こんにちは。ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日はエンドウについてのお話をさせていただきたいと思います。今私が種まきをしてだいぶ苗が大きくなりつつありますエンドウをまず見ていただいて、コメントで質問がありますのでそれについてもお話をしたいと思います。また初めてこの動画を見ていただく方がエムリン PK とは何、P ホスタとは何ということで不思議に思う方もおいでいるかと思いますので、それの説明もさせていただきたいと思います。まず私のエンドウを見ていただきましょうか。こちらに私が種まきをしたスナップエンドウがだいぶ大きくなりました。今年は2月でこんなに寒くなるというのは珍しいんですが、なんかすごく寒さがきついように思います。まず見ていただきましょうか。ここにスナップエンドウがありますが、だいぶ大きくなりつつあります。上に伸びてはきていますが、寒さで若干夕べの寒さでちょっとことうたというか、ちょっと寒さでやられてしまいましたが、立ち直ります。先ほどちょっと気になったので P ホスタをかけました。葉面散布しました。またそれで一気に良くなってくるとは思いますが、こちらにスナップエンドウが花芽ができまして、今から出たらいかんじゃろうという感じはしています。ここに1本だけブーンと上に伸びたのが花芽がつきました。これももうそのまま置いておいて P ホスタをかけながら上に伸ばしていこうかなと思っていますが、2月も終わりですので3月入ればだいぶ温度が違ってくると思います。やはりこれからはカルシウム不足が気になりますので P ホスタにカルハードを混ぜて葉面散布しようと思っています。高いやつで35センチか40センチぐらい、そうやね。これで30ね。あれさっきの花が出た分が40センチぐらい、40センチからあれはちょっと50センチ違うかもしれない、50ぐらいあるかな。でも普段はこれぐらいまで来ないと花芽が出ないんですよ。70センチ80センチぐらい来ないと。でも石棺が今年は詰まってるので花芽が低い段階でできてきているので結構状態は悪くないなと思っています。こちらに薄いエンドウを巻いていますけども、結果ができましたのでところどころ補植をしましたけど、結構がっしりした脇芽も出ながらのいい苗は育っています。これももうあれをせんというか手をつけんというか横に根出したので、でもやっぱり寒さがちょっとはこんなにちょっとはことうたとこもあります。ほら寒さが、でもこれぐらいなら勢いが暖かくなればぐんぐん良くなってくるので。大きさ的にはさっきのよりちょっとちっちゃいけど小さい、遅く巻いたきその分2月の末でこれぐらいの大きさがちょうどぐらい、ちょうどぐらい。これだったらあんまり霜にこたうこともないろうと思うし、向こうの方も順番にちょっと見せて見る、はいどうぞ。補植をかなりしてます。今年はちょっと欲を出して窒素分を余計入れたばっかりにちょっとエンドウが窒素が過ぎたような生育状態です。次最後の畝を見てみろ。最後のスナップがあそこはかなり窒素が効いてると思う。こちらにスナップエンドウの2列目を巻いていますけども、ここに補植をしましたけど、ちょっとこの
一株だけがこ通ったというか、まあ下から脇芽も出てるので、これからはようなるとは思うけど、まあこんな感じです。まあ、うん、そこそこ順調。まず、はい、普段こんなにならんけどね、ちょっとよく出したばっかりに窒素が過ぎました。コメントをいくつかいただいていますので、私の分かる範囲でお話しさせていただきたいと思います。まず岡山北部スナップエンドウハウスで今8センチになっています。日中は外に出して夜は入れていますが、畑いつ植えたらいいか悩んでいますということですが、岡山はあんまり雪降らないですかね。雪が降るほど寒いやったら雪が降らなくなって畑に植えたらいいと思うんですが、あまり雪が降らないところであれば畑に植えて寒さに合わすっていうことがすごく豆の勢いがその間に土の中で根を張りますのでいいんではないかと思います。暖かい日に植え付けてみてはどうでしょうかね。岡山がどのような気候なのかがちょっとわからないので、あまり凍るのが続くようであればもうちょっと凍るのがなくなった頃に植え付けたらいいと思います。ありがとうございました。あ、ちゃうか次のコメントですが、カルシウムを補うのにカルハードの代わりに卵酢でも大丈夫でしょうかということですが、カルハードを単体で使ったことはないです。私はピーホスターにカルハードをほんの数滴入れて混ぜ込んで葉面散布していますが、もしピーホスターを使うのであればピーホスターに卵酢を混ぜるのはまずいと思います。そんな時は卵酢の100倍以上に薄めて葉面散布するなり株元に巻いてもだいぶ違ってくるとは思います。だけどそれはやった後にそのカルシウム不足が解消されるかどうかを確認せないから、そらそう、ね、確認できて問題なければ、問題ないというかその改善できれば効果があったいうことやけど、それでも効果があったき言うてそんなにたびたび巻くのは良くないので、1週間に1回か10日に1回ぐらい間隔を空けた方がいい。それ考えたら、ピーホスターにカルハードをちょっと入れた方が確実は実績は出ちゅうわね。まあピーホスターにカルハードを混ぜて私は葉面散布しますけど、2、3日おきにかけても大丈夫なので、まあ毎日かけるわけじゃないけどそのような使い方もしていますので、卵酢は毎日かけるのはちょっときついかもしれません。オスの方がね。はい、次のコメントですが、畑はマルチをしてまた捨ている状態でエンドウの種はまだまいてないので焦っています。ここまで来たら3月まで待つか、今すぐポットにまくか、また家は日当たりが悪いと種をまいても発芽できるのか心配ですということですが、発芽はエンドウはそんなに温度いらないので発芽はすると思います。ただし豆類はポットにまいてもお水をかけすぎると腐ってしまいますので、土を湿らしてその中に種を埋め込んで土の中の水分で発芽を待つという形をしないと、水をまきすぎると腐っていきますので発芽しませんので、そこだけ注意してもらったらいいと思います。はい、ポットにまいてた方が早く収穫できますので、まあ暖かくなるまで待たなくてもポットでまいて玄関先なんかに置いて育苗した方がいいかなと思います。お昼はまた時々外へ出してという土地をしないような育苗の仕方がいいかなと思います。はい、次のコメントですが、11月頃にスナップエンドウを定植して2月時点で1メートル以上に成長、花も咲いています。葉や茎の一部が褐色になっているのがカルシウム不足、立ち枯れ、炭疽病、エムリン PK、ピーホスターは効くでしょうかということですが、
もうすでになっているのは復元は難しいですが、あとエムリンを土に薄めてかけるとか、パラパラっと粒だったら株元に巻いておいて水をかけるとか、ピーホスタだと300倍ぐらいの方がいいかな。200から300倍ぐらいにして、ちょっと1滴2滴カルシウム分を足して、私はカルハードを使っていますけど、それでかき混ぜて葉面散布をするとかなり違ってくると思います。作物はリン酸が効いてくるとしっかりした苗になりますので、寒さや暑さには強くなります。ですからエンド類は特にリン酸効かした方がいい成果が出ると思いますので、やってみてはどうでしょうかね。先ほどお話ししましたように、エムリン PK とか P ホスタっていうのは何っていうわからない方もおいでると思いますので、実際の商品を見ていただいたらと思います。こちらが P ホスタと言いまして、葉っぱの裏表に散布する葉面散布専用のリン酸肥料です。これはもう葉っぱに霧で葉の裏表にかけます。かけると効きがすごく早いですので、すぐ状態が次の日には現れます。ただ葉っぱで吸収しても効きは早いですけど、長持ちはしません。すぐ切れます。こちらはエムリン PK 液肥の素ですが、私は今までエムリン PK を粒をペットボトルで溶かして、それを薄めてかけていましたけども、倍率がちょっと迷うところもあって、アバウトな感じでかけていましたので、今このエムリン PK 液肥の素というのができていますので、これなら倍率がもうかっちりして毎回同じ倍率でかけれるので、これを取り寄せましたが、エムリン PK は土の中にかけて水分が来ることによって効きが良くなります。土にかけるので根の方から吸収をされますので、効きはすぐには現れないですが、長くじわじわと根の方から吸い上げて効きますので、長持ちはします。これを販売しているのは、これはみずほの会社で販売してるんですけども、みずほの会社が各県によって特約店がありまして、そちらの方で販売してます。だからホームセンターなんかでは売ってないと思います。高知では久保田農機の方で取り扱っていますが、他県についてはみずほの会社で問い合わせていただいた方が詳しく教えてもらえると思います。葉林との違いは？葉林との違いは、葉林もリン酸の肥料やき効くとは思うんですが、私はこのずっと P ホスタとかエムリン PK を使ってるので、葉林を使ったことがないので、どういう形で効いてくるのか、それがちょっとさっぱりわからないので話しようがない。けどリン酸肥料はリン酸肥料、 P ホスタとかエムリン PK で問題がないき、葉林を試したことがないと、そういうことやね。もう長いことこの P ホスタとエムリン PK 使ってるので、葉林を使う必要がなかった。はい、今日はエンドウ類のお話でしたが、今のところ捕食をしてからはそんなに気になるというのはちょこちょこはありますが、寒さにこたうとかいうところはありますが、 P ホスタエムリン PK 液肥の素などを使いながら順調に育てていきたいと思っています。どれぐらいの割合で今まで使うた？いや、症状によるき、症状がひどい時は違う、今年の今の状況で何回ぐらい使うた？今年入っては3回ぐらいかな。その症状を見て、そんなに頻繁にやってない。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。2個1本だけブーンと上に伸びたのが花芽がつきました。ちょっとよく出したばっかりに窒素が過ぎました。あ、ちゃうか